送はカタマレイヨンベールミュールター2昭和の普通のうちスタジオプラス1 4月とご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、広瀬はじめです。キーカムオン T シャツと映画のお話。今回の作品はキルビルボリューム1。そこから主人公ブライドが着たご当地お土産 T シャツです。観光地のお土産によくその場所の地名がプリントされた T シャツってありますよね。例えば I love ニューヨークなんか有名です。そんなご当地 T シャツが映画の中でどのように登場するのでしょうか。それでは動画をどうぞ。映画のですね、演出で特に動きのある動的な演出という観点では、日本のですね、ヤクザ映画というか深作欣二監督の演出っていうのは傑出してるんじゃないかなというふうに思います。人の動きはもちろんなんですけれども、画面全体にバッとですね広がるような動き、一瞬どこで何が動いているのか目ではちょっと追い切れないんですけれども、それがですねまたリアリティを生んで見ているものを興奮させるようなですね、効果があるというふうに思ったりします。そこにですね日本独特の仁義という感情と、関係がですね物語のキーになる日本のですねヤクザ映画っていうのは、映画オタクのですね、クエンティン・タランティーノにとってこの上ない素材であったんじゃないかなというふうに思ったりします。前回でも少しお話ししましたけれども、レザーボアドッグスっていう第1回監督作品なんですけど、この映画の中でですね、これもギャングが出てくるんですが、ミスターホワイトというギャングがミスターオレンジというですね、これもギャングなんですけどを、疑わないことと、それに対してですね、最後のそのミスターオレンジの告白があるんですけど、これがですね、まさに仁義の感情なのかなというふうに思ったり、もしかしたら欧米社会において、その仁義というもの自体ですね、あまり理解されない感情なのかもしれないですね。そのあたり私は詳しくないので、人文学的な見地からですね詳しい方がいらっしゃればぜひですね、そういう仁義という感情は日本独特なものなのか、それとも欧米社会にもあるようなものなのかっていうのをちょっと教えていただきたいなというふうに思ったりします。ただですね、この仁義的なものというのはタランティーノ監督4作品目のですねキルビルの中にもですね、登場してきます。ネタバレはしない程度にですねストーリーを説明すると、ウマサーマンですかねが演じるブライドというですね殺し屋がいます。この殺し屋がですね自分を裏切った元仲間たちを、何人かいるんですけど、次々に復讐していくというですね復讐劇になっているんですが、復讐に訪れた先でですね相手にはですねその子供がいているんですね。なので子供の前ではですねその母親、復讐相手の母親を殺しません。で、復讐される側もですね自分の子供の目の前ではですね、復讐に来た相手のブライドというのをですね殺さないんですよね。見せないようにして。で、これ現実にそういった世界にですねその復讐する側される側が出会って、そこに子供がいてという場面があったらどうなんかなというふうに思ったりするんですね。やっぱりですねその仁義みたいなのがあるかないかで、えらく結果は違うんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。積年の恨みを晴らすために、わざわざ復讐相手のところまで行ったので、仁義的なものがなかったとしたら、殺してしまうかもしれませんし、殺される側もですね返り討ちに自分が命で狙われているわけですから、その仁義的なものがなかったら返り討ちにしてしまうということも、たとえ娘の前であったとしてもあったのかもしれないなというふうに思ったりするんですね。仁義的なものの日本人の我々のようなですね、
それでも昭和という時代を知っている世代なら、違和感なく仁義みたいな話がですねすんなりと受け入れられるのかもしれないなというふうに思ったりするんですけれども、欧米の文化圏ではですねその仁義っていうものはですねどう映るのかなというふうに思ったりします。少なくともタランティーノはある程度、そこを理解して、そこに面白さっていうのを見出していたんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。仁義というものもですね、それ自体映画の中でお約束的なものになっているのかもしれません。映画の中にはもっといろいろお約束事のようなものがあって、それは実際の現実とは異なっているので、仁義も本当にそのヤクザ社会の中にあったかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけれども、映画のお約束事といえば例えばですね拳銃のサイレンサーですね、銃の先につける筒みたいなのをつけて音が鳴らないようにするというんで、あれでバンと打つとパスッっていう音しかしないんですけれども、そうすると周りに気づかれずにね、人殺したり銃で殺したりすることができるみたいな、演出あるんですけど、実はあれも本当はもっと大きな音がしてカンカンっていうですね、なんか鳴らした音ぐらいは聞こえて周りには聞こえちゃうと、本当はそうらしいです。あと窓ガラスを突き破ってバーンとこう外に脱出するみたいな演出なんかもよくあるんですけど、ガラスをこう突き破って外に出るって相当難しいらしくてですね、うまく出れることができたとしてもですね、ガラスの破片で怪我したりとかというようなことが本当らしいです。映画のストーリー上はですねその方が都合がいいのでそういう風にしてるらしいんですけど、繰り返しですねそういった演出が使われているうちに何の不思議もなくすんなり我々それ見て、受け入れているんですけど、それがやっぱり当たり前のようになっている気がしますね。最近ですね、私自身が気になるお約束事っていうのはですね、ハッカーの描かれ方ですね。なんか引きこもりがちのですねジャンクフードが好きでちょっと太った男子でですね、そういうちょっと言ったらオタクみたいなのがですね出てくると必ずですね相当なスキルを持っててですね、体力とか腕力は全くないんですけども、いろんな事件に巻き込まれてうつくさ言いながらですね都合よくでもその仲間に入って、ネットワークにどんどん侵入していってですね、都合よくいろんなところのパスワードを解き明かしてロック解除していってですね、機械を操作したりとかっていうんですね、そんなですね、太ったオタクが必ずハッカーとして出てくるっていうことがあるんですけど、ハッカーといえばそんなちょっと太ったオタクみたいな感じが多くてですね、どう考えても太ったオタク全員がそのコンピューターに詳しいわけではないのでおかしいなと思ったりはするんですけど、それでもですねこの手の人物が出てくるともうそのコンピューター関係とかですね、そういうなんかはそいつが何とかしてくれるみたいないう風なお約束になっているというような気がします。いわばこれもですね、太ったオタクっていうのは映画の中の記号ではなんかコンピューターに詳しいハッカーが、みたいな記号になっているのかなというふうに思ったりするわけです。ちょっとキルビルに話を戻すと、この映画はですね仁義だったり、最強の武器がですね実は日本刀だったり、日本刀っていうのはそのパルプフィクションの中でも出てくるんですけれども、最強の武器っていうのは日本刀みたいな感じで出てきますね。キルビルの物語中盤以降は実は日本が舞台になっていたりして、いわゆるそのさっきのヤクザ映画の仁義じゃないですけどヤクザも登場します。で日本の我々にとって、スクリーンに映し出されるその日本の風景、っていうのは、親しみやすいものであるようにも思うんですけれども、キルビルのその日本の風景っていうのは全く親しみやすい風景で描かれてはいません。違和感たっぷりですね。はい、アジア系女性スターのですね、ルーシー・リュウが真っ白な着物を着て登場するんですけれども、やっちまいなっ
って叫ぶ有名なCM でも使われてたんで有名なセリフがあるんですけど、そうやって叫んでもですね、あと日本のですね、栗山千明さんがですね女子高生の制服を着てですね、登場するんですけども、違和感しかないんですよね。ヤクザがですね行くようなその料亭の舞台になってるんですけど、そこにですね、ガールズバンドが裸足でですね、ランカンで囲まれたですねステージで演奏したりするようなところもあるんですけど、そんなところはですね、日本の料亭とかレストランではも見たことがないですよね。でヤクザもですね目の周りに目の周りを隠すマスクをしてですね、集団で現れたりしますね。ヤクザでそんなマスクしてる人いませんし、日本にそんな秘密結社みたいなのもいないですからね。もちろんアメリカだっていないでしょうけど、とにかく日本の絵としては違和感満載で登場してくるわけです。さらにですね、沖縄の寿司屋の大将がですね元刀匠、刀鍛冶ですね。でその刀匠の名前がですね服部半蔵っていう名前だから、それはもうぶっ飛びすぎてて笑えてきたりしますね。昭和の頃なんですけど、まだそのイチロー選手とかですね、俳優の渡辺謙さんが有名になる前です。アメリカで有名になるずっと前に、アメリカで例えば知ってる日本人を教えてくださいみたいなインタビューをすると必ずですね、陽子の、小野陽子さんですねとかですね、黒澤明監督の名前が挙がったりとかですね、することが多かったですね。でその中にですねブルース・リー、日本人知ってる日本人はブルース・リーだっていうふうに答える人が多くてですね、その時のですね日本の首相よりもですね、香港の人であるブルース・リーの方が日本人として有名で変だね面白いねっていうようなエピソードっていうのがよくあったりします。なんでそんなことになったんでしょうということなんですけど、これはですねグリーンホーネットっていう探偵ヒーローもののコミックがアメリカでテレビドラマ化されて、主役のグリーンホーネットの相棒、サイドキックっていうんですけどね、が空手の達人の加藤っていうですね日本人だという設定なんですね。でその空手の達人日本人加藤を演じていたのが実はブルース・リーだったんです。でこのブルース・リーの空手アクションっていうのも大人気になって、グリーンホーネットっていう番組自体がですねその加藤人気でですね大ヒットしたということがありました。なのでブルース・リーはその日本人役をやってたこともあってですね日本人と勘違いされていたというようなエピソードがあるんですね。そのグリーンホーネットとその加藤はですね自分の正体を隠すためにしているマスクっていうのがあるんですけど、それがですねキルビルの中のヤクザがつけているマスクとほとんど同じなんですね。で、あとその主役のですねブライドっていうのがですね、黄色いバイクスーツ着ていたりとかですね、黄色い上下のジャージを着てたりするんですけど、これがですね、言うまでもなくブルース・リーの映画のですね死亡遊戯っていうですね、映画で着てるブルース・リーが着てるトラックスーツをモチーフにしているというのも誰が見ても分かるというような感じになっています。で、キルビルが今からですね、約18年前、2003年の作品で、あるとはいえ、日本がですねどんな国だったかということぐらいですね、ちょっと調べればすぐ分かりますし、日本の料亭がどんなところで例えばそんなところで、ロックバンドが演奏するようなところじゃないとかですね、沖縄の寿司屋がどんな雰囲気かとかですね、ましてやですねブルース・リーが日本人でないことというようなことっていうのはもちろんタランティーノは100も承知だったと思うので、革新的にそれをやってるわけですね。とにかくですね自分と映画好きの中にある日本的な記号ですね、これをですね、残らずぶち込んでるんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。
日本人の我々からしたらですね、なんで沖縄に日本刀やねんという風になるわけなんですけど、アメリカからしたらですね、琉球王国の歴史とか、知ったこっちゃないんだろうし、そこにもですね、日本であることの記号ということで、沖縄が舞台として使われていただくんだろうなと。でそこにですね、サニー千葉、千葉真一さんがですね、寿司屋のマスターでですね、引退した伝説の刀匠服部半蔵として登場するんですね。服部半蔵って忍者なのでとても型の作る側ではないということなんですけど、服部半蔵という名前で登場するということですね。でそのブライド、主人公のブライドが半蔵の寿司屋を訪れる時に着ていたのがこの T シャツです。はい、バッグは何もプリントがないですね。はい、さすがにですね、これを沖縄のお土産物屋さんに行ってもこのデザインはないんじゃないかなというふうに思うようなデザインです。漢字ですらなくカタカナで沖縄とものすごいラフな手書きで書かれていますね。そこに説明書きのようにローマ字アルファベットで沖縄ジャパンと入っています。で、ここにはですね、青い、何でしょう、空手着でしょうかね。青だと柔道着になっちゃうのかなと思ったりしますけど、青い、空手着着た、シーサー、沖縄のですね、守り神シーサーですよね。それに、ここに、赤いハイビスカス。全部これラフな手書き風ですよね。ものすごくその好意的に取ればなんとなくスカジャンのですね刺繍っぽくも見えたりするのでアメリカの方にしたら多少活かして見えるのかもしれないかなというふうに思ったりはします。ですが本当はですね、やっぱりこんな T シャツないと分かっててわざと記号的に、このデザインにしたんじゃないかなというふうに思ったりするんですが、さすがにここまでやる必要があるかなというふうに思ってしまいました。それでもですね、ここまでですね徹底して記号化するには何かしらタランティーノの中で意図が存在したんでしょうかね。どうなんでしょう、くだらなすぎますけれども、もしですねタランティーノと友達レベルに親しくなって、お酒とか飲みながら話ができるようになったらですね、ぜひですね、聞いてみたいです。ここまでなんでやったのと、これわざとなのかそれとも本気なのかということを聞いてみたいなというふうに思ったりします。なぜ、親しくなってからじゃないと聞かないかというとですね、それの理由はもっと他にたくさん聞きたいことがあるので、もう短い時間しか例えばですね仮にお話しする5分10分っていう中ではそんなことを聞かずもっといろんな映画の話を聞きたいなというふうに思うからということなんです。はい。ちなみにご存知の方も多いかもしれないですが、このT シャツですね、沖縄 T シャツはキルビルのですね、ボリューム1の DVD のスペシャルボックスに付属されていたものなので、一応オフィシャルといえばオフィシャルなんでしょうかね。はい。ということです。はい。今回はキルビルボリューム1のお話をしました。と、T シャツ、記号化された沖縄 T シャツですね。お土産物屋に売ってそうな沖縄 T シャツのお話をしました。はい。タランティーノの作品ってですね、
どれもですね優劣つけがたく好きなんですけども、また最高にですね面白い作品がありますので、そちらからの T シャツも紹介したいというふうに思います。では今回はこれまでです。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。ご当地お土産 T シャツ、いかにも安っぽい作りでしたね。ただお土産物ですからそんなに高級なものではいけません。凝ったデザインである必要もないんですよね。そんなこともあってか、お土産 T シャツというのは独特の味わいがあったりするのではないでしょうか。皆さんはどうお感じになりましたか。いやー T シャツって本当に素敵ですね。それではまた。次回のキーカンオン T シャツナンバー25はクエンティン・タランティーノ監督最新作 Once Upon a Time in Hollywood からスタントマンが着ていた企業や製品のロゴの T シャツです。スタントマンを演じるブラッド・ピットがかっこよく着こなす T シャツ、そしてジーンズ、まさにアメリカンスタイル。どうぞお楽しみに。